ラ・ムヘル・デラーダの伝説。セニョール、この件がいつ起きたか私は存じません。けれども、私に話してくれた祖父は、三人とも、神父も、鍛冶屋も、女も、祖父の時代よりずっと前に生きていた人々のように語っておりました。とはいえ、神父とその家政婦であったその女は、おそらく確かに、今はもうございませんが、セニョール・プエルタ・ファルサで三島とミンゴと呼ばれる通りに建っていた家に住んでいたのだ、と祖父は申しておりました。鍛冶屋はと申せば、間違いなくカリエでラスネハスでラ・バルバネラの家に住んでいたのだそうです。なぜなら祖父自身がその家を見ており、扉の上の石の鉢に彫られた蹄鉄職人のナイフと天地の門を目にしていたからでございます。それゆえお分かりいただけるでしょう。セニョール、祖父はこの人々をよく承知しておりまして、この物語は真実なのでございます。神父は在属司祭でして、セニョール、いかなる修道会にも属しておりませんでした。彼と鍛冶屋とはコンパドレ同士、すなわち親しい友でございました。鍛冶屋がコンパドレを大いに好み、また敬意を抱いておったがゆえに、彼は折に触れ家政婦を遠ざけるよう促しておったのです。けれどもコンパドレはいつもこの件についてもっともらしい言い訳を申し、それで鍛冶屋はあしらわれてしまうのでございました。そしてそういった調子で何年もの間、ことは進んでおりました。さて、ある夜のこと、鍛冶屋は家の戸を激しく叩く音で眠りから覚めたのでございます。起きて戸まで行きますと、そこには二人の黒人、彼が今まで見たこともない男たちが立っておりまして、彼らと共に一頭のメスのラバが連れて来られておりました。蹄鉄を打ってもらいに連れてきたのだと申すのです。黒人たちはこんな悪い時間に起こしたことを丁重に詫びました。ラバはあなたのコンパドレのもので、コンパドレに送られて夜分の急ぎ仕事として蹄鉄を打ちに来たのだ。コンパドレが急に旅に出ねばならず、翌朝早くに出立せねばならぬのだ、と。それで鍛冶屋がラバをよく見ますと、確かにそれはコンパドレのラバでございました。それゆえ、友としての行為から、彼は何も言わずに蹄鉄を打ちました。蹄鉄打ちが終わると、黒人たちはラバを連れ去りました。彼らがラバを引き連れて闇に消えてゆく折、重い棒で残酷にラバを打ち始めたので、鍛冶屋は厳しく叱りつけました。けれども黒人たちは打つのをやめず、彼らが闇に消え去った後も、鍛冶屋にはずっと打音が聞こえ続けておりました。この件は鍛冶屋にはどうもいくつかの点で奇妙に思えましたから、彼はもっと詳しく知りたいと思ったのでございます。それで彼は早朝に起き出してコンパドレの家へ行きました。こんなに急ぐ旅とは何の用件か、また立派なラバを残酷に撃ったあの怪しい黒人たちは何者なのか問いただすつもりでございました。けれどもその家についてしばらく戸が開けられるのを待たねばなりませんでした。やっと戸が開いてみますと、コンパドレは半分眠っていて、コンパドレは自分はどこへも旅などせぬ。ましてや蹄鉄を打ってもらいにラバを送ってなどおらぬと申すのです。それから目が覚めてくるにつれて、彼は鍛冶屋に仕掛けられた悪行を笑い始めました。そしてその冗談を分かち合おうと、三人とも仲の良い友同士でございました。女の部屋の戸を叩いて呼びかけました。けれども女は答えませんでした。叩く音をどんどん大きくしても、なお何の兆候もありません。そうなると彼も鍛冶屋も女のことが心配になり、二人で戸を開けて部屋へ入りました。そして部屋に入った折に二人が見たもの、セニョール、
それは世にもおぞましい光景でございました。寝台の上に、その不幸な女が乱心と苦悶の眼差しを浮かべて横たわっており、その手と足には、鍛冶屋自身の鍛造の技をよく心得ていたものですから、ガラバの蹄に打ちつけたのと、全く同じ鉄の蹄鉄が固く打ちつけられていたのでございます。しかも彼女の彼方には、黒人たちが残酷な打撃でラバを打った時にできたムチ打ちの傷とあざが残っておりました。そして女はと申せば、セニョール、全くの死人になっておりました。それで彼らは、起きたことが神の罰であり、あの黒人たちは女をラバに返じて蹄鉄を打たせるために連れて行った二人の悪魔だったのだと悟ったのでございます。その家の主人は、こうした印を授けられたことから、自らが過ちを犯したと悟りました、セニョール。彼は即座にその恐怖の家を出て行き、そのまま完全に姿を消し、それきり消息を絶ったのでございます。鍛冶屋はと申せば、自分がこの件に関わったことをひどく心痛し、そのと死ぬまでずっと誠に不幸な男でございました。そしてこれが、ナンムヘルエラーだって鉄を撃たれた女の物語の始まりから終わりまでの全てでございます、セニョール。